やばい、めっちゃ笑っちゃう。撮影の時に女優にもっと笑えって絶対言われてた。ダウンロードしましたって。ロシアでの人生がすごく難しくなりました。繋がんないよ。モスクワでネットが使えないの。もうムカついてこれが動かない、マップ使えない、誰にも電話できない、もう何にもできない。何のためやってるか分かんない。みんなそれを使うようにいろいろなことをやってる。誰とも会話できなくてムカついてダウンロードしちゃった。子供も出てきて、おっさんも出てきて、女性も出てきて、皆さんもダウンロードしてって値段も高くなったし、そうも終わらないし、ネットも使えないし、仕事があんまりなくて、もう会社みんなクローズになっちゃって。これ見てください。これ何これ。こうなります。いやーすごいねロシア。モスクワの中心部でインターネットが断続的に使えなくなってます。Netflix、YouTube、ChatGPT、LINE のようなアプリ、皆さんがご存知のサービスのほとんどがもうロシアでは使えません。そして4月からさらなる変化が起きると報じられています。今日はロシア人 OL のバレンティーナと車で走りながらその現状を話してもらいました。使えるインターネット。あ、もう使えないよ。あんまっていうか使えない。大体は使えない状態。さっきさうちのレストラン来てたけど繋がんなかったよね。繋がんないよ。メトロにいる時も繋がんないし、しかも私長い間なんか家からあんま出なかったから、昨日久しぶりにモスクワの中心に出て、メトロにいる間あれなんかなんかメッセージが送らない。なんだろうって思って。中心に来ると郊外から中心に来るとあれってなっちゃうんだよ。そうなんだろうって思って。VPN とかもつけたり、消したりいろいろやってたけど、で途中でそうだ今モスクワでネットが使えないのを思い出して、もうムカつくてムカついて嫌だなって。モスクワの中心今出ない方がいいなと思う。しかもさ知らない場所に行くときにマップがいるじゃん。マップがないと場所わかんない。場所わかんないよ。行き方とかね。そうだから知らない場所に今は行かない方がいい。そうだね。3月、モスクワの中心部でモバイル通信が3週間近く断続的に遮断されました。タクシーも呼べない、地図も使えない、カード決済も止まる。東京で言えば銀座や丸の内でスマホが全部使えなくなるようなことが起きていたわけです。影響は深刻でした。モスクワの企業への損失は最大で1日あたり約10億円と推計されています。そう街中に来るとインターネットが使えなくなるんだよね。このねサドバヤカルソ、日本語でなんていうのかな、中心のリングロードから内側はインターネット、モバイルインターネットが使えないと。いや、リングロードに来る前にももうネットがない。その前からもなかった？シャーボロスカヤっていうメトロがあって、そこからもう切れた。多分その前からも切れた。今日メトロに入って友達と電話をしてたの。普通の携帯電話で。で、もう次のステーションで切れた。電話が腐ってもうピーピーって。当局はウクライナのドローン攻撃を防ぐためのセキュリティ措置と説明しています。確かにモスクワも攻撃されているので、そのような部分はあるかと思います。しかし実際それだけが理由でしょうか。多くの専門家たちは首をかしげています。Wi-Fi は一応その固定のインターネットは一応使えるわけだよね。なんか誰かはあんま使えないって聞いた。俺のね知り合いで昨日話したんだけど、いや全然うちは使えてないよっていう。さっきうちのレストランは使えてたんで、だからまだその回線によるのかな。私の友達今アローっていうベルゴロドの近くの町、そこにいて、そこではそのせいで、Wi-Fi もあんま使えないって。昨日地元に来て、
で、Wi-Fi 全然使えなくて驚いてる。まあでもウクライナの近くは基本的にはそういうことはよく起こるよね。前はそれなかったよ。前は別にネットのプロブレムがなくて、それは使えてたよ。それはもう本当に最近のニュースだよ。でもそっちはさ、まだ理解できるじゃん、ウクライナの近く。そっちは理解できるけど、こっちは何なのって。モスクワの中心だよ。そう。みんなビジネスしてる。何のためやってるか分かんない。いや、本当にね、このインターネットが使えなくなってるっていう状況。それからしかもさ、みんなロシアではカードで払ってるじゃん。99% の人はカードで何でも払ってます。そうだね。キャッシュレスだから、こっちはね。だからターミナル、そのカードで払うための機械、それが動かない。それが動かない、マップ使えない、誰にも電話できない、もう何にもできない。実は今インターネット管理の面で3つのことが同時に動いています。令状なしでネットを止められる法律が施行された。テレグラムはいつ完全に遮断されてもおかしくない状況になった。そして許可されたサイトしか見られないホワイトリスト方式への転換が始まっている。これが今のロシアのインターネットの状況です。で、みんな基本的にはテレグラムで、いろんなコミュニケーションを取っていたのに、それもVPN なしでは使えなくなっちゃってるから。テレグラムも、もう使えなくなっちゃった。だからビジネスもうまくいかなくなってるんだよね。テレグラム、日本でいう LINE にあたるロシアで最も使われているメッセージアプリです。約9600万人が使っています。それが今 VPN、つまり規制を迂回するソフトウェアを使わないと事実上つながらない状態になっています。いや、この状況はね、ちょっと本当にやばいなと。俺も最近ショック。みんな MAX をダウンロードしてそれを使えって。MAX って何ですか？日本の皆さんに説明してください。MAX とは、ロシアのメッセンジャーです。メッセンジャー。まあつまりその中国であるじゃん WeChat っていう、で日本の LINE じゃん、それも、ロシア人が使う、ロシアの特徴なメッセンジャー。でもロシアテレグラムがあるじゃん。でもテレグラムはロシア人が作ったんだけど、その作ったロシア人パベル・ドゥロフっていう、彼はもうロシアに住んでないし、ビジネスをドバイでやってるから、彼はもう全然ロシアと全然関わりなくて、彼のテレグラムをコントロールできないの。ロシア政府はテレグラムをコントロールできない。テレグラムを作った創業者のパベル・ドゥーロ氏はロシア人ですが、今はドバイを拠点に運営しています。ロシア政府がアプリの内容を監視・コントロールできない。それが当局が特に問題視している理由の一つです。MAX は何でもコントロールできるから、みんなそれを使うように、いろいろなことをやってる。俺はまだ MAX 使ってないんだけど、バーリはどうしてる？私はしょうがなくダウンロードした。バレンティーナはこれまで MAX は絶対入れたくないと言っていました。それでも結局入れざるを得なかった。この会話が今ロシアで起きていることを一番よく表していると思います。ダウンロードしたの？だって絶対使わないって言ってたじゃん。そう言ってたけど結局しちゃったよ。もうしょうがなく。たまにね、たまにいっぱい VPN ダウンロードしてるけど、ある時はもう一つのも VPN 使えなくて、誰とも会話できなくて、ムカついて、もうダウンロードしちゃった。諦めてね。諦めた。もう本当にしょうがないと思って、どっちにしろいつかはみんなそれをダウンロードしちゃうから、今でも1ヶ月後でも、もうしょうがないよ。MAX は2025年9月からロシアで売られているすべてのスマートフォンに最初から入った状態で出荷されています。学校の保護者連絡、病院の予約、行政手続き、マンションの管理連絡、生活のあらゆる場面で MAX が必要とされる状況が作られています。
実は俺も同じこと考えてて、なんか押し付けられたものはあんまり使いたくないけど、結局ビジネスやってて経理とか、ホーム担当とか、相手とコミュニケーションできなくなったら意味ないから、俺も最終的にレギュラーも動かなくなったらマックス使うしかないなって思っちゃってるんだよね。周りの学生、知ってる学生、大学生とかはマックス絶対ダウンロードしたくないって言ってる人多いけど、なんか最終的にはもう受け入れるしかないのかなってちょっと思っちゃってる。そうだよ、もうしょうがないって、でも、いいことはマックスを使っていろんなサービスが使えるの。例えばお店でお酒を買うときに、なんか証明書を見せないといけないじゃん。もう18歳ありますよって年齢を証明する。そう、普通はスタッフを呼んでパスポートを見せて、それではいいいですよって売れるの。でもマックスを持ってる人は、もしいろんな書類をマックスに登録したら、そのマックスを見せて、それで OK、 パスポートと一緒みたいな、それがなんかプラスじゃん。別にパスポートなくてもお酒を買えますって、あともう一つは医者のなんか、医者に行く時の登録するじゃん、それもマックスを使って早く医者に行けるとか、キャンセルするとか、そういうサービスもできた。そうだよね、便利にはなるよね。だってマックスで自分自身を証明できるわけだから。そう、もう役所のシステムとつながってるから、もう自分の個人を特定できちゃうわけだから。そう、あと多分ね、免許証もそうできると思う。免許証とかもできる。もうとにかくマックス一つあれば、もう何でもできるみたいな。そう、それはいいんだけど、政府がどんなことでもマックスを使ってコントロールできるから、そうだね。それがちょっとね、いまいちって思うよ。Max には確かに便利な機能があります。ただ、セキュリティ研究者によると、メッセージの内容を当局が読める状態になっているとされています。位置情報や行動履歴も国家機関に共有できると規約に書いてある。VPN を使っているかどうかまで検知できるという報告もあります。無料でも丸見えかもしれない。それが Max にまつわる噂です。いや、だから便利だとは思うけど、自由に言いたいこと言えなくなる、っていうのはちょっと良くないかな。言えるんだけど、要は政治についてちょっと政府に反対するような活動とか、そういうのは絶対に制限される。でもそれは前からもうできないから、テレグラム使ってもベカーとか使っても、どっちにしろ、そういう言いたい放題にもなっていないから、特に何も変わんない。いや、実はさ、俺もそれは思っていて、みんなマックス使いたくないって言ってるけど、そもそも VK とか、誤数するぎっていう、なんていうの、なんか書類との活動を何でもできるようなサイト、役所のサービスを電子化しているアプリ、それを今多くの人が使ってて、そこに個人情報があるから、別にマックス使わなくてもみんないろんなことを見ることができる。そう、だからそういう意味ではそこまで変わんないっちゃ変わんないんだよね。VK なんかみんな若い人持ってるし、別に若くない人もみんな VK はあるよ。持ってて、そこでメッセージしてて、で VK は、政府の資本が入ってるから、彼らが中をコントロールできる。だけどね、マックスができた時に、国民に押し付けるのがムカつく。そうなんだよ。だからみんな反対してるんだと思う。押し付けることはもうみんな反対しちゃう。そう。人間ってそういう性質をしているの。
だからみんな反対してるんだと思うよ。彼らが情報を見てるとかっていうのはそれは前からもうそうなってる。そうだけどこのアプリを今別にいらないのに押し付けられてるから、若い人たちみんなだから反対してる。全部ブロックされて、WhatsApp、Telegram、Facebook、Instagram 何にも使えない、MAX だけ、そうしないとみんな MAX 使わないから、全部ブロックしそうて、だね。みんな MAX 使えって、そういう風になってるよね。それ最悪だよ。だからそれはね、押し付けられてるのはちょっとちゃんとした PR がないときには、もうそうやってするしかない。バレンティーナは今日こう言っていました。どっちにしろいつかはみんな MAX をダウンロードしちゃうから。入れたくない人も入れざるを得ない状況が着々と作られている。これが今のロシアの現実です。そうね。まあでも結局他のサービスがもう使えない状況では MAX 使うしかないかもしれないね。外国人は MAX 登録できないんだよ。そうなの？そうだよ。英語バージョンできたんだけど、もし電話番号がロシアの電話番号じゃなかったら登録できないよ。電話番号、ロシアの電話番号持ってればできる。そう。じゃあ外国人でもできるのかな、一応。もしロシアの番号持ってたらできるけど、持ってなかったら。だからロシアの電話番号持ってなかったら使えないってことね。そうそうそう。分かった分かった。いやでもさ、本当に最近やばいなと思ってるのは、もうインターネットもこれからブラックリスト方式じゃなくてホワイトリスト方式っていうので、つまり特定のサイトをブロックするんじゃなくて全部アクセス NG そうだけど OK のサイトだけアクセスできますよというシステムに変える準備をしてるっていう話で、それが4月から早ければ始まるかもしれないって言われてるんだけど、ホワイトリスト方式というのは許可されたサイト以外は全部アクセスできなくなる仕組みです。3月のモスクワ遮断でも実際に起きていました。通販サイトのオゾンやタクシーアプリのヤンデックス、銀行アプリなどは使える。でも外国のサービスは全部消える。中国のインターネットと似たような構造です。そうなったらさ、まともにインターネットも使えなくなるでしょ。でもさ、とにかく VPN があるからそうしてもしょうがないじゃん、使いたかったらもう使っちゃうじゃん、どんなサイトでもどんな VPN でも、結局そのやっている行動の意味ないと思う。結局みんないろんな道を使ってインターネットにアクセスする。そう、私にとってはそれ全然意味ない行動だと思うけど、政府がどう見てるのか全然わかんない。はい、じゃあ実際にロシアのインターネットどうなってるのかっていうのをね、今からやってみます。これロシアのインターネットにそのまま VPN なしで直接つながってます。 Google サーチですね。特に問題ないですね。 YouTube はほら見てください。こうね、地球マークがぐるぐる回ってその先行かないんですよ。じゃあテレグラムこれ押しても進まないです。ぐるぐる回ったまま。インスタグラムね。This site can't be reached。じゃあチャット GPT ね。サーチでは出てくるけど、ほら unable to load site 開けません。というわけで多くの、欧米のサイトがつながらない。ロシアのサイトどうですかね。例えばオゾン、これはロシアのアマゾン的なね通販サイトです。バンバン出てきますね。じゃあ次は VPN をつけてやってみましょうか。このままだと YouTube アクセスできないんで、今 VPN がついた状態です。YouTube 行ってみましょうか。さあどうでしょう。おお、いけますね。なんかショート動画出てきますね。はい、ちょっとうるさい。はい、YouTube 行けました。Telegram 行ってみましょうかね。はい、動いてますね。VPN 使うとちょっとサーバーを経由するんでゆっくりになったりするんですけど、もうそれは仕方ないですね。
VPN も年々厳しくなっています。2026年2月時点で469種類の VPN サービスがすでにブロックされていると報じられており、 AI を使った検知も強化が進んでいます。現時点では VPN 使用自体は違法ではありませんが、厳罰化の検討も進んでいるとされています。じゃあ最終的に今みたいにね、モスクワの中心部、インターネットのモバイルインターネットにアクセスできないじゃん。まあ、そういう風になっちゃうかもね。ね。だってそれプロバイダーが止めちゃえばいいんだもう止められている。もん。あとはだから自分でスターリンクと契約するとか、外国の、プロバイダーと直接それできるの？技術的にはできるはずだよ。絶対難しいよ。だって衛星は上に飛んでるわけだから。ああ、まあね。でもブロックされない？なんでロシアに住むからスターリンクとかつながってんのって。バレたら絶対問題できると思う。ブロックできないでしょ。まあもしかしたらいろんな方法でジャミングできるかもしれないけど、そう簡単にはできないんじゃないかな。まあでも分かんない。スターリンクの方がロシアにサービス提供しないという風な、設定にするかもしれないし。スターリンクについては実際に調べました。結論から言うとロシア国内では使えません。スターリンクはジオフェンシングという地理的な制限を使っていて、ロシア国内ではアンテナがあっても自動的に接続できない仕組みになっています。端末を持ち込むこと自体にも法的なリスクがあります。ロシアでの人生がすごく難しくなりました。難しくなったね。値段も高くなったし、戦争も終わらないし、ネットも使えないし、仕事があんまりなくて、もう会社みんなクローズになっちゃって、問題がすごいいっぱいあります。いやだってバレンティーナだってさ、どっちかっていうとパトリオットの方じゃん。それなのに普通の人間だから普通に疲れちゃうよそれ。もう耐えられないって感じ。いや結構厳しいよね。インターネット厳しすぎ。厳しすぎるよね。俺も最近ね本当にやばいと思ってて、経済も良くならないし、コストはどんどん上がるし、ここでじゃあこれから生活するにしてもインターネットが使いにくかったり、これから人生どうしていくのっていうふうに思い始めちゃってるよ。なんかね、ネガティブがいっぱいあってポジティブなニュースがあんまり来ないから、そのせいでどんどん悲しい気持ちになってくるの。わかる。それでも最近ほんとポジティブなニュースが俺らにとってね、ポジティブなニュースってあんまないよね。そうそう。天気が良くなった。それがいいね。それだけが喜び。そうだね。いや本当に最近の1週間は毎日太陽で、モスクワにとってはすごく不思議な天気ですよ。そう。いやでもさ、ロシアだけじゃなく世界的にいろいろね、あんまりいいニュースないよね。だってコストが上がる話しかないもん、今ニュース的には。なんかね、あまりにも全部悪いニュースだから、もう何にも読みたくない、何にも知りたくないって気持ちがあるんだけど、逆に何にも読まないで何にも見なかったら、世界はどうなってんのか知らなくなるから、それもダメじゃん。だから何にも知りたくないのに結局テレビをつけたり、なんかいろんなニュースを読んじゃうんだよ。それで読んだらまた悲しくなって、またもうなんだって思ってまた気分が悪くなる。最近テレビ見た？最近なんか見るようになった。見たくないけど、まあなんかあまりにもいろいろ起きてるからストレス溜まってるね。知らないとダメじゃん。だからもう見てストレス溜まった。どう？テレビの宣伝とか。マックスの宣伝だらけ。マックスの宣伝？どんなの？
なんか私はマックスをダウンロードしましたって皆さんもダウンロードしてって何若い可愛い女の子とか子供出てきて。子供も出てきておっさんも出てきて女性も出てきてなんかマックスはみんなのためですよって安かっちゃらマックスって出てくるの。ダウンロードしたわーって。やばいめっちゃ笑っちゃうそれ便利。そうそうそうだよね。病院にも簡単に行けるよっすってごいわ、もうすっごいわざとらしいやつ。そうそう多分さその撮影の時に女優にもっと笑えって絶対言われてたそりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。はいカットもう一度もっと笑えそう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 。もっと自然な笑い。ちょっと実際にマックスの宣伝見てみましょう。И всех самых важных теперь есть один Макс. Здесь все свои. その人たちもテレグラム使えなくなって困ってるのにね。そうそうそうインスタで使えなくてね。泣きたいぐらいなのにね、マックスの宣伝に出てるそうなんだよ。令状なしにインターネットを止められるといった法律の整備、テレグラム制限のようなサービスの遮断、そしてホワイトリスト方式への転換、この3つが重なってロシアのインターネットは今まさに大きな節目を迎えています。今日のまとめです。今ロシアで起きていることは突然インターネットが完全に消えるということではありません。外の世界との接続は少しずつ細くなっていき、その空白を MAX という国産アプリが埋めていく。どっちにしろいつかはみんなダウンロードしちゃうから、入れたくない人でも入れざるを得ない状況が着々と作られている。そういうプロセスが静かにでも確実に進んでいます。いやー、そっか、本当ロシアすごいね。信じられない世界。そうまあ人生ね、いろいろ大変な時期もあると思うんで、まあいろいろ山あり谷ありでなんとか頑張っていこそうねう。もうどうなるかわかんない。今日本で住んでる人たちなんか、多分どういう問題があったとしても、うん、ロシアと全然比べにならないからそうだね。皆さん喜んでくださいよ日本で住んでいてネットも使えるし戦争もないから幸せですね、まあね、国それぞれいろんな苦しみがあると思うけど、ロシアも他の地域と比べたらまだ全然マシっていうところもあるので、人のこと言えないけど、北朝鮮と比べたらとかさ、ウクライナだって大変だろうしさ、まあねイランも大変だしさ、まあそんなわけでなんとか天気が良くなったんで前向きに考えてやっていきましょう。頑張りますじゃあ、今日はありがとう。お疲れ様。お疲れ様ですお疲れ様です。バイバイどうですかこの天気。そうですか。最高最高。夏だいやまだ冬終わったばっかりでしーでもすごい高い8度ぐらいなんだけど、まあ夏って感じ。もう夏に感じるよ。今年冬長かったもんね。そう冬は最悪だった。めちゃくちゃ雪降あってまりにも寒くて、もね。う雪もあまりにも多くすてっごい多かったよね。歴史的にもこういうことがなかったみたい。50年ぶり？ 50年か80年ぶりよくわかんない、いやすごい冬だったよね。大変な。そううん。これ見てください。これ何これ？これはティピカルロシアのかき氷？チョコレートのかき氷これはティピカルロシアの春です雪がもうそろそろ溶けちゃう時にはいはい。泥だらけのこういう景色になってこうなりますいやーすごいねロシア。だからロシアに来たい人はぜひ3月の中旬に来てこれを見てください。はい。じゃあお楽しみに。この状況は2026年3月31日時点のものです。
状況は今後も変化する可能性があります。引き続き現地からお伝えしていきます。でちょっとバーリア、あれサングラスなしで行く。バーリアの綺麗な顔が見えなかった。眩しい。